こんにちは、ネイジの稲本です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はミナペルホネンの生地の端切れを使った小物作りを紹介したいと思います。これから実際に布合わせをしていく様子を紹介しながら作り方の動画を公開させていただきます。よかったら皆様のこの端切れを役立てる参考になる動画になれば嬉しいなと思います。今回の端切れはですね、全てミナペルホネンのこの生地をメインに使いたいなと思って、でこれだけではもちろんね作品には成り立たないので、それに合わせてカラーリネンとか、あとは布耳とかそういう端切れも使いながら紹介していきたいと思いますので、よかったら動画の方最後までご視聴いただきまして参考にしていただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。よかったらチャンネル登録していただいて最新動画の方もチェックしていただけると嬉しいです。これはね、端切れを乗せていく土台布みたいな感じで、作業していきます。で実際にですね出来上がっているのがこちらになります。こういう感じで端切れを合わせていくこの当て布のような存在になります。でこの後はですねこの上に薄手の接着芯を貼りますので、実際にはこの布目は見えなくなるような感じです。出来上がるのはもうこういう感じのポーチにしようかなっていうふうに思っておりますので、縦のこの向きですね、この柄方向はこちらとこちらとっていうふうになるように意識しながら合わせていきます。例えばこういうふうにちょっと形がですね変わってるものっていうのはだいたい真ん中に置くようにすれば他の生地でこの辺を補えるかなという。こうやって刺繍がね切れちゃってるものもありますよね。でももうこれだけでも存在感がありますので、こういうのも入れていきます。はい、布合わせ2日目です。で昨日はですねここまでだいたいこんな感じでっていう風にざっと置いてみたところです。この隙間をですね少しずつこういう生地で埋めていく作業をこれから行っていきます。ちょっとその様子を少しだけ撮影していきますので、よかったらお付き合いください。端切れを使う時は仮止めのり、これ使うといいですよ。ここには布耳を合わせていこうと思います。やっぱりね同時進行全部一気にやるのは難しいので、ある程度決まったところで一つずつ作っていきたいと思います。さあどんな風に仕上がっていくでしょうか。この切れっぱなしのところがですね糸ほつれやすいんですけれども、そのままミシンの糸で留めていくような感じにするので、ミシン目はちょっと、ミシンの縫い目の長さですねは、少し狭めで 2.5 とか 2.4、2.3 ぐらいを、調整していきます。こんな風にして何本か縫っていきます。ミシンのステッチも柄の一部に変わっていきます。こんな風にして留めてみました。でミシンの糸はちょっと濃いめの、茶色
茶色っていうんですかね、グレーっぽい感じの茶色の糸を使っていきます。そうしたらこのカーブをファスナー合わせるときは結構ねずれやすいので合い印をつけておきます。まず本体の方に今回はこの定規を使いますので、この太い線に合わせて5センチのところに印をつけます。そしたら今内布の裏側にこう重ねてる状態なので2枚同時に合い印の切り込みを入れます。5ミリほどですね。あんまり深くならないように切り込みを入れましょう。そしたら反対側も同じようにします。そしたら同じようにファスナーにも合い印をつけます。で入れたら反対側にも同じように垂直になるようにしてこう定規、マス付きの定規があったらマス付きの定規で反対側にもピタッと合わせて印を入れます。ファスナーはね裏面にして重ねます。このとこピタッと合わせてみましょう。でクリップで留めていきます。そしてこのファスナーエンドのところはですね2つ折りにして、この部分はですねファスナー苦手な方は手縫いでしつけておくといいですよ。1回2つ折りにしてもう一度こう上げるという、ちょっと縫い始め硬くなります。そしたら端からですね今回は5ミリで仕上げていきますので、だいたい端から3ミリぐらいを縫っていくようになります。ちょっとこれまで紹介してきたファスナーの縫い方より縫い代が浅くなります。そしたら内布を重ねて表面の裏面を見ながら端から5ミリを縫っていきます。そうしたらこのカーブのところに切り込みを入れていきます。切り込みはだいたい5ミリぐらいの間隔で5ミリほどの深さ
で入れます。で表にした時にこのファスナーのところラインがきれいに見えるように仕上げるのが、一番きれいに仕上がる方法になります。このガマ口をやる時によく使われるペンチなんですけど、先がこう平らになってて綺麗なもの、厚みのあるところはこういう風にペンチで一回潰しておくと綺麗に仕上げやすくなります。そうしたら縫い終わりはですね、この端っこまでいかずにファスナーの終わりのところで縫い止まるようにします。裏面はこんな感じになります。そしたら反対側も同じようにして縫います。反対側は縫い終わりの方から際を縫っていきます。ちょっとね見えにくくなりますが、はい、綺麗にできてちょっとほっとしています。はい、では、こんな感じで際が縫い終えたところでファスナーを閉じるとこういう風に広げたかったので縫い代5ミリにしています。そうしたら一度ファスナーを開けて裏にします。このところですね、切り替えを作ってしまったのでこの部分をぴったりと合わせてクリップで留めます。そしたらこのままこう輪にしたところもしっかり留めていきます。そしたらこの反対側のこのファスナーエンドの方ですね、ちょうどこの縫い合わせのところですね、この部分をぴったりと揃えていきます。そしたら返し口を5センチほど残しておきます。この部分は縫わないというふうに圧をかいておきましょう。で縫い代なんですけれども、ファスナーの開き口のこちらの方は縫い代1センチで、ファスナーエンドの方は7ミリというふうにしてサイズを変えながら仕上げています。でこれから表に返していくんですけれども、こういう縫い合わせがあるところはしっかりとこう開いておいてから返し口から表にしていくのが綺麗に仕上がるポイントになります。こうやってしっかりと開いてから表にするとここがね平らになってきますので、ここをしっかり平らにします。そしたらこの厚みのある部分をしっかりとこっちでこうしておくと綺麗にね仕上がっていきます。で表に返します。そしたらこの返し口の際を縫います。そしたら、表に入れる前にアイロンできれいに整えてからシワをね取ってから内側に入れます。ちょっとねこのちっちゃい小物は仕上げる前にやっておく方がいいですよ。何度もねひっくり返すとシワになっていっちゃいます。それでこれで完成になります。でこういう歯切れとかを使うと表に返した時にどうしてもねこうほつれが出てきますので、そういうところは細かく切って整えていきます。で脇の部分はこういう感じの仕上がり。はい、こ
れで完成になります。結構ね内側がこうごわっとなりますので、今回は内ポケットとか仕切りとか入れずにシンプルに仕上げています。よかったら参考にしてみてください。はい、ということで完成しました。最後にねストラップをつけてみました。これがね最初の試作になるんですけれども、ストラップはこれねスオニーさんとのコラボ生地の端切れから作っています。こう鳥さんが見えたりとか、あと N の文字が入るようにとかっていう風に作ってみました。よかったらこのね端切れの活用法など動画の方が参考になれば嬉しいです。で今回のこのポーチの作り方なんですけれども、比較的簡易的に紹介していますので、改めてですね後日、こちらのね生地、帆布の生地の端切れなんですけれども、これを使った作り方の紹介を、していこうと思います。皆さんがねもうちょっと作りやすくなるように工夫していきますので、よかったら今後の動画の紹介の方も楽しみにしていてください。12センチのねファスナーを使っていきます。ちょっとサイズ変えますけれども、 L 字のねポーチなどはよくね紹介されてると思うんですが、こういうねちょっと簡易的なカーブだともうちょっと作りやすくなるかなっていうふうに思っておりますので、楽しみにしていてください。でね、こういう作品を紹介するとよくねご質問をいただくんですけれども、ほつれてこないんですかっていうこともねよくご質問いただくんですけれども、こういうね端切れをこのまま切りっぱなしに使うともちろんねこうほつれなど出てきます。特にほつれ止めなども使用しておりません。端切れはねもうすべて役目を果たした最後のかけらになりますので、こういう風合いも一緒に楽しんでいただけたらと思います。ぜひねお気に入りの布の端切れございましたら、今回の動画参考に作ってみてください。ぜひね生まれ変わらせてあげてくださいね。でこちらをね作るきっかけになったのは、これはですねこちらの書籍の方に載せていますプロセスですね。こちらのプロセスで作っていたパーツになっております。もったいないのでそのまま活かしてみました。この本の中ではねポシェット作りますよという紹介なんですけれども、こんな風に活かすこともできますので、よかったら参考にしてみてください。最後ね本の紹介になりましたけれども、よかったら概要欄の方に Amazon のリンク貼ってありますので、そちらの方参考になさってください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こちらの作品の方はですね2月のオンラインショップで